ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、先日リリースされたナンバーアイファーストフルアルバムナンバーワンよりアイリー、こちらの歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ皆さん聞きましたか？僕はね、もうその日のうちにダウンロードをして、まだ盤面の方はですね、先日CD ショップに行ったんですけど、置いてなくてですね、まだ手元にないんですよ。今週末にまた違う CD ショップに行ってですね、購入してこようかと思っているんですけど、そんな中でですね、ものすごく温かみを感じた楽曲、アイリー。これ多分、アイリーズの皆さんに向けて歌っている楽曲ですよね。そういうふうに思ってですね、今回はアイリーをピックアップしました。で、今回歌声分析をしてみて思ったのは、3人が3人ともものすごくストレートな気持ちを歌声に乗せて表現しているなというふうに感じました。その辺をですね、どこよりも丁寧に、そして細かく分析し解説しておりますので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして現在つるさんですね、口の中にちょっと口内炎が2つありましてですね、ちょっと喋り方がね、いつもとおかしい部分もしかしたらね、あって皆さん気づかれたかもしれないんですけど、ちょっと言葉足らずっていうか舌足らずな部分がね、こう出ちゃうかもしれないんですけど、その辺ご了承いただけたらなというふうに思います。それではナンバーアイでアイリー歌声分析 GO！ そう、最初ね、こうスクラッチの音から入るんだけど、曲はねポップなんですよね。アイリーいいね。岸さんの声ね、すごくねこうね、はにかんだような感じの感情を感じますよね。特に曖昧な関係の前にね、あははみたいな感じをね、笑い声みたいな、そういったね声が入っていますけど、すごく温かみのある声でね、とてもねこう心がほっこりしますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、今のところね、すごくね、なんかこうグッときますね。以前のグループからナンバーアイにこう変わるまでの期間のことを言ってんのかな。次いきますよ。かきたてる。これルーの言い方がね、すごくこう癖になるような、もう何回もね聞き直したくなるような、そういった発音の仕方をしてますよね。で、全体的にちっちゃい「つ」が入っていて、これリズムの歯切れ良さも出しているポイントかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。心地いいリズム感たまらないですね。次いきますよ。いいですね。やっぱりそういうことかな。前のグループからナンバーアイになるまでのこの間をね、不安な感情だったりね、こうもどかしい感情、そういったことを伝えてるのかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。なんかメロラップだからこそ、そういったなんかこう伝えたい感情がストレートに伝わってくるような雰囲気ありますよね。次いきますよ。But I can't say it。 これ日本語に直訳すると、でも僕はそれを言えないっていう意味ですか？英語ね、ごめんなさい、あんまり詳しくないので合ってるかどうかちょっと自信はないんですけど、やっぱりこう伝えたいんだけれどもまだ伝えられない、こうね、もどかしい気持ちっていうか、そういう意味でしょうかね。なんかそういった感情を込めて歌ってるのかなっていうふうに思うと、先ほど言ったこうはにかんだような声の雰囲気っていうのが一転してこう強がっている感情みたいな風に聞こえてきます。元気な姿は見せたいんだけど、でも本当はこうなんだよ、でもそれはまだ言えないんだよねみたいな、こうね、もどかしい切ない感情と言いますか。もう一回聞いてみましょう。
なんかやっぱりそういう感じしますよね。切ない感情っていうかね。で、よく聞くと、前半はさっき言ったように明るい声質だったんですけど、今の部分はちょっとこうね、やっぱ悲しいような声質に変わってましたね。それもあってですかね。先ほど言ったこうね、強がる感情。でも本当は不安でしょうがないんだみたいなね。そんな感じの気持ちを込めたようなフレーズでしたね。次行きますよ。いいね。I miss you 寂しいなんて言わない。満ちてゆく一人のルームで。これね、文字だけ見てみるとすごくこう意味深な感じというか、どういうことを言いたいんだろうっていうふうに思うんですけど、満ちてゆく一人のルーム。ここがね、僕今ねパッと出てこないんですけど、もうすぐ会えるよみたいな、そんな感じの意味合いですかね。だから寂しいなんて言わない。満ちてゆく。だから I miss you なんて言わないっていう風に考えると、やっぱりね、僕が考察するに、みんなにもうすぐ会えるよみたいな、そういう気持ちですかね。なんか今回歌声分析っていうよりもなんか歌詞の分析みたいになってますね。失礼しました。もう一回聞いてみましょう。I miss you なんて言わない。ウィスパーボイス。いいね。ルームで鼻をうまく使ってますよね。こう甘い声質でフレーズを締めるっていうかね。だからそういう甘い声質だからこそ満ちていくルームっていうところがやっぱり前向きな感情をね、僕は感じ取ってしまって、先ほどのね、考察みたいな感じになったんですけど、次いきますよ。あ、いいね。当たり前という憧れっていうワードが出てくると、さっきの考察違うのかなっていうふうに思ってしまいますよね。準備ができたっていうのが憧れていた、要は想像のね、姿なわけですから、やばいぞ、歌詞の分析のこの考え方が抜けてこない。なんかすごくね、こうグッとくる歌詞じゃないですか。なんかいつもとね、聞き方が違ってきますね。もう一回聞いてみましょう。あ、なるほどね。今ね、なるほどねって言ったのは歌声の分析をちゃんとしました。鶴さんはボイストレーナーですからね、ちゃんと仕事をしましたよ、皆さん。よく聞くと結構音幅があるんですね。タラタタタタ。一気にね、音が低くなるんですよ。で、そこで、さすが神宮寺さんですよね。声を出す方向をですね、高いところと低いところをこう統一して、声質の変化を極限までなくしてるんです。で、高いところと低いところでこう声を出す方向が変わってしまうと、声質も変わってしまうんですよ。そうなると音域によって声の質感がね、大きく変わってしまって雰囲気作りづらくなったりするんですよね。なので声質は変わらないトレーニングとかをね、普段はこうね、ボイストレーニングでやったりはするんですけど、もっと簡単に言うと歌の世界観がこう作りづらくなるっていうか、こういう気持ちを込めて歌いたいと思っても思い通りの雰囲気が出なくなってくるっていうかね。そういうところにつながってくるので、声質を音域によってできるだけ変わらないようにする技術っていうのはすごく必要なことですし、今ね、こうさらっと言ってますけど、これすごく難しい技術ですから、さすが神宮寺さんって感じですよね。次いきますよ。いい。いやー、この裏声に切り替えたところが、やっぱりね、このハスキーな平野さんの元々持っている歌声の良さがすごい出てるなっていうふうに思って、裏声の部分もハスキー、要はこの声がね、かすれた感じが、すごく切ないなと思って、で、曲調が明るいから、なおさらそのね、切ない声質が際立つっていうかね、もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら。ほら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 。フレーズね、語尾がね、すごくね、こう切なくて、感情を揺さぶられるようなね、歌声ですよね。次いきますよ。想像内の関係じゃつまらないみたいだと。アイリーズとナンバーアイの関係、新しいものにしていこうよっていうメッセージですかね。もう一回聞いてみましょう。
みたいのとこのみが裏声なんですけど、たいが地声なんですよね。でもここよく聞かないと声質の変化って気づきにくい部分かなと思って、こういう風な切り替え、すごくね、難しいと思います。僕多分できないんじゃないかな。いや、このね、歌声、すごく羨ましいです。次いきますよ。いいね。いいね。声が今回の平野さんめちゃくちゃ爽やかですよね。でも昔から平野さんの歌声知ってる方々にとってはこれが平野さんの声みたいな感じの声質なんですかね。僕はもうまじまじと聞いたのは稲妻が最初だったのでみたいなこういう感じの声質がすごく印象が強くて、だからこういうねナチュラルな感じの歌声っていうのはすごく新鮮なんですよね。すごくねこう温かい感じがしていい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら爽やか。一瞬入った裏側もすごく綺麗だしね。ここでねヘッドボイスを使ってますよね。ヘッドボイスっていうか後頭部を使ったスーパーヘッドボイスの方かな。すごくね美しい音色の裏声でした。次いきますよ。よく伸びる声。うわーすごい長いロングトーンでしたね。あの音域でこんなに長いロングトーンはすごいですよ。基本高い音の方が息っていっぱい使うんですよね。だから相当肺活量がある人で、なおかつ息の量のコントロールが上手い人じゃないと、あの伸びはですね、出せないですよね。もう一回聞いてみましょう。おーいやっぱりゆっくりしたフォールがね、平野さんの歌のね、すごくこう素晴らしい魅力の一つかなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。うわーかっこいいな。一回止めますよ。ここのラップも平野さんのパートなんですけれども、喋り声にすごいね、近い感じの声質でラップを歌っています。自分のありのままの声質でありのままの感情を伝えようっていうことですかね。もう一回聞いてみましょう。やっぱりこうね、ナチュラルな声質だからこそ伝わりやすい感情ってありますよね。そしてね、やっぱりね、歌詞が聞き取りやすい発音をしているので、言葉がこうスッと入ってきますよね。素晴らしいです。次いきますよ。なるほどね。過去の出来事をラップで表現してるんですかね。歌詞の内容から想像するとすごくね、こう、ネガティブな感じの出来事だと思うんですけど、なんかね、今の平野さんの歌を聴いて、僕がこう、ミュージシャンとして活動していた時期のことをちょっと今思い出してちょっとセンチメンタルな気分になったんですけど、やっぱりね、自分が調子のいい時は、周りってすごい調子のいいことを言ってくるんですよね。それこそ、お世辞みたいなね、言葉ばっかり言ってくる人が多いんですけど、こう調子が下がってくると、もう見向きもしてくれなくなりますんで、もう世の中って残酷だなって思いましたよね、その時。すいません。なんかね、昔の出来事の僕の愚痴みたいになっちゃいましたけど、多分似たようなシチュエーションのことを平野さんが言ってるんじゃないかなと思って、もうナンバーアイの方が多分ね、僕の経験なんかよりもはるかにそういったことが多いと思うんですよね。ものすごい実力もあるし、ものすごい知名度もあるし、だからね、多分ね、そういうことを言ってんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。真っ赤なうっていうところですけど、ここちょっと気になりますね。真っ赤な嘘みたいな感じの意味合いでこの言葉を使ったのか。やばいな、ちょっとさっき思い出したことを引きずってしまっている。ちょっとね、リセットしますね。はい、リセットしました。まあ今が良ければいいですよね。過去の出来事なんてね。次行きますよ。なるほどね。照れ隠しな作詞、お互い似た者同士っていうことは、すごくうまく交わしてたってことですかね、ナンバーアイは。なんかこう、悪い考えを
持っている大人たちが近づいても、こう、ナンバーアイの皆さんは素晴らしすぎて、うまくね、こう、スルーしてたってことですかね。そう考えるとさすがですよね。照れ隠しな作詞ですもんね。次いきますよ。あ、やっぱ岸さんの歌声ね、ものすごく安定してますよね。やっぱりね、一つ一つの音をコントロールするのがすごくうまいんですよね。短く切って、それでリズム感を強調することもできれば、今みたいにブレる要素が1ミリもないような歌声をワンフレーズ全てにおいてキープできるこのね基礎力の高さだったり、そういうね音のコントロール力が半端ないですよね。で、歌詞のところもさっきの I miss you のところの後の言葉がなんで言えないはてなみたいなね感じに変わってきました。凝り固まった自分のルール、素直になればこう楽なんだけど何かが邪魔して正直になれないとか、そういう感情ですかね。もう一回聞いてみましょう。そうだそうだ。で、岸さんの歌声で僕ね一番好きなところがフレーズの最後でダダダダダ、ここの音を伸ばすだけなんですけど、音量でのこの抑揚、これがね僕すごい好きなんです。このロングトーンの抑揚をやってるボーカリストって僕は岸さん以外知らないですね。まあ厳密に言うとコーラスワーク、コーラスとかで特にアカペラでこうハモる場合はですね、こういう技術使ったりするんですけど、メインボーカルでこの抑揚の付け方を使ってるの本当に岸さんしか知らないです。いや、すごいですよね。で、これがね、こうググッとね、感情を引き込まれるんですよ。素晴らしい表現の仕方ですよね。次いきますよ。アイリーっていうのがもうあれですよね。アイリーズじゃなくて、アイリーズ一人一人に向けた言葉っていう意味合いっぽいですよね。じゃなかったらタイトルアイリーズでいいですもんね。アイリーズってもうね、皆さんのことですよ。僕も最近ちょっとアイリーズに片足をこう突っ込めてきたかなっていうぐらい、ちょっとね、ナンバーアイのこと知れてきたかなっていうふうに思ってはいるんですけど、皆さんに比べたらね、まだまだ若輩者なんですけど、多分ね、皆さん一人一人に向けた感情って意味でのアイリーだとね、僕は思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ここの歌詞いいよね。最後のアイリーのね、歌い方すごく感情がこもってて、もうググッときちゃいますよね。もう岸さんがみんなの前を歩いて先導するから見ててくれよと。で、いつか伝えるよっていうのが多分 I miss you っていうその素直な感情なんじゃないかなっていうふうに僕はね、思ってます。じゃあ次行きますよ。ここでね、神宮寺さんの美しい歌声がやってきました。すごくね、こう少年のようなあどけない感じの声質ですよね。声質のメインを鼻に入れてるっていう感じの声の出し方ではあるんですけど、一気にね、こう未来にこう光が差し込んだような雰囲気僕感じました。もう一回聞いてみましょう。すごくね、こうね、明るいようなね、感情になってきますよね。なんかやっぱりね、ナンバーアイのすごいところは、各シーンによって、こう、色がね、ガラって変わった雰囲気がすごくよくわかるんですよね。なんかこう、例えるなら、ドラマを見ているようなイメージっていうか、例えば A メロから B メロに移り変わった時のこうシーンの切り替わりっていうのがね、すごくはっきりしてるんですよ。そういうのが今までの日本の音楽シーンにはなかった表現の仕方なのかなっていうふうに僕は思っていて、そういった意味ではね、一つ前のナンバーアイ歌声分析動画、スクエア1の時に言った言葉かな？もう一個前だったかもしれない。
ちょっとね、どのタイミングで言ったのか忘れてしまいましたけど、ナンバーアイが目指しているのはジャンルナンバーアイ、ここなんじゃないかなっていう、新しいジャンルをナンバーアイが作り出していくっていうところを目標にしてるんじゃないかっていうことを言ったんですけど、やっぱりこのね、一曲を通しての表現方法っていうのもすごくこう新しいですもんね。こういうところからも常に挑戦するっていうナンバーアイのね、気持ちがこう伝わってくるかなというふうに思います。次いきますよ。わっすごい綺麗な声ですよね。裏声のポイントがね、一箇所だけあったんですけど、地声が綺麗すぎて、裏声と地声のね、切り替わりっていうか、よく聞かないとわかんないですよね。全部地声で歌ったんじゃないかなっていう風に聞こえちゃうと思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、伝わない。ここがね、裏声なんです。でも、地声が綺麗すぎて、本当に裏声と地声の区別がわかんないですよね。まあ、それだけね、地声が美しいっていうことなんですけど、いや、素晴らしいですね。次いきますよ。ほら、下手のところも裏声なんですけど、地声が綺麗すぎて、繋がってるように聞こえますよね。やっぱりね、神宮寺さんの歌声の魅力は、まあ僕が思うですよ。これ地声の割と低いところから声を綺麗にする響き。ヘッドボイスですね。頭を響かせた声質を歌声にね、混ぜて歌っているところかなっていうふうに思います。だからね、どの音域の声を聞いても、やっぱりね、どことなくこう美しいっていう風な雰囲気が漂うんですよね。もう一回聞いてみましょう。変なところで止めてしまいました。すいません、中途半端なところで止めてしまって。やっぱりね、気持ちが高ぶるとね、もう体がね、なんかストップボタンを押しちゃいますね。今ね、こう見えてすごいテンション上がってます、僕。いやー、いい声ですね。次行きますよ。いいね、いいね、いいね。今ね、神宮寺さんがこうロングトーンで伸ばしてるところの下でこう平野さんが低音でこう歌っているみたいなね、この交わるポイントでしたね。やっぱり神宮寺さんのこう高い音域のロングトーンが残るから、次はこう声がこう聞こえやすいように低音狙ったのかな。もう一回聞いてみましょう。いいね。いいね、いいね。やっぱりこうね、急に音域がぐっと低くなることによって、ここもやっぱりシーンの切り替わりがガラッと変わって聞こえるじゃないですか。本当にね、ドラマの各シーンをこう見続けているような、そんな感じがします。昔ね、僕が歌をこうものすごい勉強している時に、ある有名な劇団で、ソリストって言って、ソロでこう歌う役割を任せられた経験のある人のボイストレーニングのレッスン風景を見学させていただくことができて、これね、もうね、本当にものすごい貴重な体験だったんですけど、その時に歌の感情表現って何かっていう風な話をしていたんですよ。で、これもうね、10年以上前の話なんですけど、もうすごい僕の中で残っている言葉で、歌い手っていうのはミュージシャンっていうくくりじゃなくて、アーティストって言われる。これはなんでかっていうところからまず話が始まって、アーティストっていうのは、画家とかもアーティストっていうよねみたいな話をされて、で、歌い手にとっての表現っていうのは、自分で描いた絵を曲の時間経過に合わせてストーリーを進めていき、その動画をどれだけ素晴らしい状態にして人に届けられるか。これが歌い手にとっての感情表現だし、その作った動画が素晴らしければ素晴らしいほど人を感動させることができるから、歌い手はミュージシャンじゃなくてアーティストなんだっていう風な話をされたんですよね。これ僕ものすごい感動して、僕はね、普段こうやって歌声分析っていうタイトルで動画を作らせていただいているので、割とね、こう分かりやすいようにテクニックとかね、ここはこういう風な抑揚の付け方がありますね、みたいな感じで、機械的な説明をあえてしています。じゃないと全部が抽象的になってしまって伝わるものも伝わらなくなってしまうなっていうふうに思っているんですけど、でも本来歌っていうのはやっぱり感情がメインであるべきだっていうのは僕は思っています。
発表会とかいうそういったレベルだったら、ここの歌い方気をつけてとか、音程を気にしてとかね、そういった部分を気にして、ステージとか立つべきだと思うんですけれども、ナンバーアイはもう日本でもトップクラスのボーイズグループ、超一流ですから、正直そういう技術的なこととかって考える必要ないんですよね。もうそこをすでにもう超越してるっていうかね。だからどういう風な気持ちを声に乗せるか、もうこの一点だけでいいんですよ、正直。で、それが素晴らしいからこそ、ナンバーアイの歌声、楽曲っていうのは多くの人を感動させることができるんじゃないかっていうふうに思ってます。だからね、僕ね、ナンバーアイ知ってまだ1ヶ月ですよ。それなのに今めちゃくちゃハマってるのは、さっきのね、某有名劇団のそのソリストのお話。有名劇団、劇団四季っていうね、日本でも一番有名な劇団のですね、そのソロのパートを歌った人なんですけど、その方のね、言葉を借りるんだとしたら、もうナンバーアイが描いている絵っていうのはもうものすごい芸術品っていうことですよね。だから僕なんかね、もうコロってやられちゃいますよ。ナンバーアイが素敵すぎてね。もう速攻ハマっちゃいましたからね。次行きますよ。どこまでやったか忘れちゃったな。すいません。いっぱい話しすぎちゃいましたね。平野さんの、そうだ。低音のところだね。そうか。ここの平野さんのフレーズ聞いてなかったですね。失礼しました。全体的にウィスパーボイスで優しい雰囲気ですよね。ため息をついているような感情を表現したかったのかな。もう一回聞いてみましょう。込めて、この辺がね、もうほんとため息っていう感じがしてきますよね。次いきますよ。いい声。今、いつかのこのね、しゃくりがすげえかっこよかったですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、いつかのいが引っかかる感じがめちゃくちゃかっこよかったですよね。で、キスさんもここはね、ウィスパーボイスですね。全体的にソフトな感じ、空気感を感じるようなね、優しい雰囲気が出ています。次いきますよ。なるほどね。ここの神宮寺さんで力強い歌声で次のサビに移るっていう感じかな。気持ちを聞かせてっていうところにね、強い意志を感じますよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。このパターンね。神宮寺さんのロングトーンからフェイクに移って、キスさんがメインメロディーを歌うっていうポイント。もう一回聞いてみましょう。いいね。いやー、盛り上がりますね。すごくね、最後で感情大爆発っていう感じですよね。次いきますよ。美しいね。やっぱ3人とも裏声めちゃくちゃ綺麗ですよね。で、キスさんの裏声、今のポイントは頭の前の方のヘッドボイスっていう声の響きを使ってるんです。神宮寺さんが後ろかな。で、平野さんも多分後ろ。後ろってスーパーヘッドボイスのことですね。もう一回聞いてみましょう。そう。前の響きにすると、裏声なんですけど、声のね、芯が出来上がるんです。これ地声っぽいっていうかね、張り感がある裏声っていうか。やっぱり最後のサビで感情大爆発っていうことで、その声がね、自然と体から出てきたのかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。もうね、終わっちゃうからここで止めますよ。この神宮寺さんと平野さんのね、この追っかけのこの絡みがね、また絶妙に優しい雰囲気が出てますよね。もう一回聞いてみましょう。
もうテンションがおかしくなってきてしまいました。終わっちゃうのが寂しいな最後ね、ワンフレーズ全員で歌って終わるんですけど、やっぱね、サビ、あそこまでこうね、感情を込めてるっていう雰囲気が伝わる歌声、3人が3人ともね、すごく気持ち込めて歌ってると思うんですけど、やっぱりこう、グッときますよね。こう、涙腺が、またやってきましたよ、これ。今回は我慢できますからね、僕は。まだ大丈夫です。でもね、ここ多分ね、感動してね、こう涙する方もいると思うんです。もうそれぐらいね、素晴らしい楽曲ですね。では最後のワンフレーズ聴いていきたいと思います。いいねいいねねっていうね、最後のこの誰だこれやったの誰だこれもう一回聴いてみましょう。最後ね、聞いてて。二人ともやってる。これ多分あれですよね。キスさんと神宮寺さんがメインメロディー二人で歌って、で、1オクターブ下の低いところを平野さんが歌ってるみたいな感じですよね。おそらくですよ。で、繋いでてーで、このね、フレーズの締め方。誰だっつったんですけど、多分神宮寺さんもキスさんも二人ともやってますね。なるほどね。フレーズはここで終わりなんですけど、ちょっとアウトロ聞いていってみたいと思います。ズバッとね、終わる感じが、すごくこうスッキリしてていいなっていうふうに思います。いやー、感動しました。以上、ナンバーアイでアイリー歌声分析は終了となります。さあ、ナンバーアイのファーストフルアルバムナンバーワンよりアイリー歌声分析していきました。今回はちょっとね、歌声分析で始めたはずなのに、歌詞の考察とか始まっちゃったりしてね、そのぐらいね、魅力的な言葉が並んだ歌詞だなっていうふうに思って、僕ね、普段、本来あんまり良くないんですけど、歌詞とかって割とこうね、流しちゃうタイプっていうか、早くメロディーを覚えて歌いたいから、メロディー先行型っていうかね、で、後からこうね、歌詞が徐々にこう覚えてくるみたいな感じの音楽の聴き方をしているんですけど、このアイリーっていう曲に関してはね、歌詞の奥、もうちょっと深い意味を探りたいなっていうふうに自然に思いました。それぐらい、ものすごく魅力的な歌詞だと思いますし、ものすごい感情のこもった魅力的なナンバーアイの歌声かなというふうに思います。で、最近コメントの方でですね、あまりこう技術的なことを詳しく説明されると、ちょっとなんかこう、寂しい気持ちになっちゃいますみたいな、テクニックとかで表現してるだけなんじゃないかっていうふうに思っちゃってっていうお言葉をいただいたりしてるんですけど、ナンバーアイのメンバーはですね、決してそんなことはないと思います。てかむしろね、そんなことはありません。テクニックのことだけを考えて歌を歌ってしまったら、ここまで感情っていうのは伝わってきません。歌がこう機械的になってしまうっていうかね。ただ僕のこの動画はですね、先ほどもね、分析中にも言ったんですけど、歌声分析っていうタイトルでやっているので、ここの部分を歌うとしたらこういう風なテクニックを使って、こういう狙いを持ってこういう風に歌ってるみたいなね、そんな説明の仕方になっちゃって、確かにね、そのお言葉を聞いて、ちょっと音楽的にナンバーアイの歌声を見すぎてしまったなっていう反省点はあります。その点は大変失礼いたしました。なのでね、今回の動画から初心に戻って、歌っていうのは本来は何なんだっていうところを考えてから歌声分析をしていきました。歌の本来の持っている魅力っていうのはやっぱりその時その時の感情を声に乗せて聴いている方々に伝える。ここがね、歌の最大の魅力だと思うんですけど、今後の歌声分析動画はですね、もう初心に戻りまして、そういった感情的なところをですね、鶴さんなりに感じた気持ちを言葉にして皆さんに伝えていきたいと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーの鶴さんでした。